皆さん、こんにちは。ケーズジャパニーズのお時間です。本日はスロージャパニーズポッドキャスト第5話ということでやっていきたいと思います。このポッドキャストでは、純日本人の日本育ちである私が日本のあるあるなエピソードを3つ紹介してまいりたいと思います。皆さんは自然なゆっくりとした日本語を日本文化を知りながら聞くことができます。さらに、このポッドキャストは動画で見る場合は、右側に実際に読んでいる日本語を映し出しておりますので、そちらを見ながら聞くことで簡単に日本語を勉強する方法として最適です。ぜひ日本語の勉強に活用してください。それでは本日のポッドキャストをやっていきます。エピソード1、テスト前だけ連絡してくる友達にノートを貸すのをやめたら、友達だと思ってたのに、と言われました。私が冷たいんでしょうか？私、20歳、女性は大学2年生です。同じ学部に、さきという友達がいます。さきとは1年生の頃からの付き合いで、普段はあまり連絡を取り合いません。でも、テスト期間が近づくと、決まってノート見せてと LINE が来ます。最初は普通に貸していたのですが、いつも自分は授業に出ず、直前だけ頼ってくることに気づきました。先週も明日テストだから今から会えると連絡が来ました。私も自分の勉強で忙しかったので、今回はごめん、余裕ないと断りました。すると既読はついたものの、返信はありませんでした。次の日、共通の友達から、さきが友達だと思ってたのに冷たいって言ってたよ、と聞きました。直接言ってくれればいいのに、と正直がっかりしました。テスト前だけ頼ってくる関係を友達と呼んでいいのかわかりません。断った私が冷たかったんでしょうか？はい。エピソード1、テスト前だけ連絡してくる友達にノートを貸すのをやめたら、友達だと思ってたのにと言われました。私が冷たいんでしょうか？ということで、大学生の2年生の、エピソードですね。これは結構大学行ったことある人は経験してるような内容かもしれないですね。うん。結構やっぱ大学はこのテスト分かったとか、この課題分かったとかって、頻繁にね、連絡取ったりすると思うんですよ。それで、ノート見せてって言う側と言われる側っていうのがやっぱいるんで、僕は言う側でしたけどね。完全に、友達何人かで学科でね、集まって、やっぱ仲いいグループみたいなのができて、その中で、早く課題やってたりとか、ノート書いてたりとか、レポートやってる人っていうのが出てくるんで、ちょっとどうやってやったか見してみたいな会話っていうのは必ずあって、それに、最初にやってくる人っていうのは必ずもう決まってて、やっぱ計画性ある人間と、やばいやばいって最後までやってない人間と、やっぱ分かれてくるし、もう、言ったら頼りっぱなしですよね、最初にやってくれる人にね。うん。やっぱ、その人いなかったらみんな卒業できてないんじゃないかぐらい、やっぱ頼ってたと思いますよ、僕も、結局。だから、本当に友達だと思ってたのにっていうのは、マジで良くないと思います。いつも見せてくれてありがとう。今回は頑張るねよ。うん。今回は僕が頑張ります。私が頑張ります。ですよ。うん。常にね、やってくれてる人が、やっぱ、どんだけ最初にね、自力でね、頑張ってるかとかね。例えば先輩からね、過去問もらったりとかね。
あると思うんですけど、やってくれてるんで、そこは冷たくないです。あなたは。毎回貸して、見してって言ってくれる人間がもっと普段から感謝し、どうしても難しい時は自分は頑張る。そういう気持ちで、接していくことがいいんではないでしょうか。はい。ね、日本では結構ありがちなんじゃないかなと思うんですけど、海外の大学って課題とかそもそもあるのかとか、なんか海外の大学の方が卒業が難しいってよく聞くんで、うん。あれだったら大学ってこんだけ難しい。私はこんなに課題に苦労しました、みたいなエピソードがあれば、ぜひコメント欄によろしくお願いします。はい。それではエピソードに行きたいと思います。同棲中の彼が稼いでる方が多く払うのは当然と言って、家賃も生活費も7割私が払っています。彼氏を養っているようで辛いです。私、27歳女性は同い年の彼氏、27歳と1年前から同棲しています。彼はフリーランスで収入が不安定。私は正社員で毎月安定した給料をもらっています。同棲を始めるとき、彼が収入が多い方が多めに払うのが公平だよねと提案してきました。その時は納得して、家賃も生活費も7対3の割合で私が多く払うことになりました。でも、1年経っても彼の収入は増えず、むしろ最近は月によって0円のこともあります。それでも彼は、俺は俺のペースでやってるから、と言って、負担割合を見直そうとしません。先月、さすがに家計が苦しくなって、もう少し負担してほしいと伝えました。すると彼は、今更最初に決めたことじゃん、と不満そうな顔をしました。状況が変わったんだから見直すのは当然だと思うのですが、彼は納得していません。このまま7割払い続けるべきなのか、私にはわかりません。彼氏を養っているみたいで正直しんどいです。はい。ということで、お金問題ですね。同棲中の。これはもう結構、ありがちな問題だと思いますね。稼いでる方が多く払うのは当然。まあ稼いでる方が多く払ってあげた方が、なんか楽、楽というか、それね、助かるんだったら、結局なんか二人で生活していくんだったら、そういう、バランスの取り方というか、うん。まあ家事を私は多くする、僕は多くするよとかね、例えば。うん。なんか、そういう、まあ納得できるところに落としどころをね、持っていけたらいいんですけど、なかなか、この彼は、ちょっと、厳しいですね。うん。フリーランスで収入が不安定。私は正社員で毎月安定した給料をもらっています。えっと、結論から言うと、結論というか、彼氏を養っている辛いです。辛いんだったら、ちょっとさすがに難しいと。やっぱり、もっと真剣に話し合う場を設けるべきですね、これね。取り合ってもらえてないのかもしれないんですけど、これは日本では結構あると思いますよ。海外でもあんのかな、こういう同性で家賃とか折半してるみたいな話とか。ちょっと聞きたいですね、その辺。結構日本ではあると思いますけど、これ。ただ、基本的には半々の方がいいんじゃねえかなと、私は思ってますけど。基本的にはね。うん。相当余裕があれば、その7割負担とかしてもいいと思うんですよ。彼女側にね。けど、家計が苦しいっていうのを踏まえると、そんなに余裕はなさそうなんで、うーん、やっぱ見直すべきだよね。この彼は最初に決めたことじゃんって言うから、じゃあ
ね、自分の収入がもし増えた時に、最初から7、3であなたが7だったからって言うのかっていうね、話になるじゃないですか。なんで、最初に決めたことでも柔軟に話し合って、その都度、いろいろ物事を、決めていったらいいんじゃないかなと思います。不満があんま出ないように、コミュニケーション取りながら、同棲していければいいんじゃないかなと思います。はい。私の国ではこういう問題もありますっていうのがあれば、コメント欄よろしくお願いします。それでは、エピソード3いきます。後輩だからという理由で3年連続飲み会の幹事をさせられ、今年断ったら付き合いが悪いと言われました。私が悪いんでしょうか？私、26歳男性は今の会社に入社して4年目です。入社1年目から部署の飲み会の幹事は毎回私が担当してきました。理由を聞くと、先輩たちは口を揃えて一番若いからと言います。店選び、日程調整、会費の徴収、当日の司会まで全部一人でこなしてきました。正直、飲み会自体はそこまで嫌いではないのですが、幹事の仕事は結構な負担でした。今年、後輩が2人入ってきたので、そろそろ交代してもいいのではと思いました。先日、忘年会の幹事を頼まれたとき、思い切って、今年は後輩にお願いしてもいいですかと伝えました。すると先輩の一人が、お前が一番慣れてるからいいんだよ、と困った顔をしました。別の先輩からは、そういうの後輩に押し付けるみたいで感じ悪くないとまで言われました。結局、今年も私が幹事をすることになりました。後輩ができても幹事の仕事が変わらないなら、何のための後輩なのかわかりません。変わろうとした私が付き合い悪かったんでしょうか？はい。ということで、飲み会の幹事をさせられて、今年は断ったら付き合いが悪いと言われたと。私が悪いんでしょうか？結論、悪くないです。はい。悪くないです。後輩に押し付けるみたいで感じ悪くないって後輩に押し付けてますね。はい。この日本ではね、最近結構なくなってきてるんですけど、飲み会会社の飲み会職場の飲み会ってやつが、要は管理させられてるわって下が思うじゃないですか。こういう風に。そうすると上も誘いづらくなる感じですよね。で、今、コンプライアンス厳しいんで、パワハラだ、アルハラだ言われるんで、もうどんどんね、こういう飲み会みたいなのなくなってきてる中で、難しい問題ですね、これね。僕も、社会人の時、今も社会人ですけど、会社員というか、普通に正社員みたいな感じで働いてた時は、結構幹事しましたね、でも。うん。僕も飲み会自体別に嫌いじゃないんで、結構好きだったんで、結構やってましたけど、うーん、そうですね。本当バトンタッチしたくなったタイミングでできたら一番いいですね。という感じですよ。まあ、後輩ができても幹事の仕事が変わらないなら、何のための後輩なのかわかりませんとはあんま言わない方がいいと思います。後輩は別に幹事するために、入ってくるもんじゃないんで、やりたくないやつにはやらせ方がいいと思いますよ。うん。けどそれでも先輩変わりますよ、みたいなね。ちょっと気概のある後輩が入ってきた場合は、渡してあげたらいいと思うんですよ。うん。お願い、頼むわっていう、ちゃんとね、正式に後輩でもちゃんとお願いしてあげた方がいいと思います。ね。もう4年目、
結婚とかしたりしたらまた難しいとかにもなるし、うまい具合にね、いろいろ言われるけどね、ちょっとこの先輩あんま良くないっすね。そういう先輩にならないように、後輩にうまく、1、2年でバトンタッチしてこうやっていう感じでね、言って、伝えて、そうしていけばいいと思います。はい。ということで3つエピソードを紹介してまいりました。本日のポッドキャストいいと思ったら高評価とチャンネル登録をお願いします。この K's Japanese では他にもブログや日本語のフレーズを紹介するシリーズなどやっておりますので、もっと世界に日本語を勉強できるコンテンツや、日本文化を知ってもらえるようなコンテンツを、発信していきたいと思っておりますので、ぜひ高評価とチャンネル登録、コメントの方、届けていただけたら幸いです。私の活動の励みになるので、ぜひよろしくお願いします。それではまた次の動画で。バイバイ。